はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から5月20日までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。12星座共通にはなるんですが、5月のねエネルギー解説している動画が他にありますので、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらもご覧になってみてください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ワンドの8逆、ラバーズ逆、ペンタクルスのキング逆、ワンドの2、鳳凰、ペンタクルス10逆、そしてソードの5。はい、気をつけることや対策がソード10逆とワンドの3とオラクルがじゃん、ソードのページ逆ですね。なるほど。はい、いかがでしょうか。今もう4月の末からですね、26日以降外側の天候が風が強くなってくるっていうのかな、社会的な変化が起こりやすい時なんですけど、それをどのように感じてらっしゃるかなって思いました。で、実際今この5月の19日5月の20日までっていうのは自分の専門性だったりとか、自分が普段のテリトリーとは違うところにいたりとか、とにかく意識が高くなる時なんですね。なのでお仕事に関してもすごく見解が広がったりとか、こうしていけばいいんだっていうなんか企画とか計画とかですね、どうやって広げていこうかっていうところに意識がすごく広がりそうで、それはそれでとても素晴らしいと思うんです。そして12星座共通のところでお話しした5月11日がちょっとポイントだよっていうふうに言ったんですけど、このエネルギーは乙女座さんにとってはやっぱりね、パートナーシップに出そうなんですよね。例えば今本当に外側の世界が華やかに展開しようとしてる時に、ついついその流れに乗ってやってしまわなくっちゃみたいな感じで自分のキャパを超えてでも何かをやろうとする、無理してでもやろうとした時に、そのパートナーとか大事な人が何か教えてくれたりとかして、あ、そうだったって、何のためにやってたかって、パートナーとうまくいくためにやってたんだったみたいなことを思い出したりとかね、そんな感じでとても人との関係の中での気づきが多いんじゃないかなと思いますし、どうしてもやっぱり役割とか義務とかさっき言ったすごく仕事とかいろんな人生の展開を考えるにはとってもいい時なんですけど、その分本当に道筋っていうのかな、その人生の構想とか計画とかっていう、そういったところに意識がすごくいって、実は自分がどう感じていたかとか、優しさに包まれる感覚っていうのを忘れてたなみたいなこともあるかもしれないので、それをなんか思い出してほっこりするのかもしれませんね、5月11日ぐらいに。そしてカードで見た時に入り口がワンドの8の逆なので、やっぱりいろんな情報は飛び交っていて、何が本当か分かんないなっていうぐらいいろんな情報が飛び交っていて、それを乙女座さんも感じてらっしゃるかもしれませんね。環境や状況がご自身が想定している以上に早く展開していってるみたいな、もしくはもっと早く展開したいという思いかもしれませんし、でそれに対してやっぱり障害となっているカードっていうのがラバーズの逆なので、迷い出したら決められないっていうのかな、迷ったら何が良くて何が間違えてとか、こっちを優先するんだったらこれやめなくちゃとか、何かの課題に対してのその解決策を考えてると喜び忘れちゃったとかっていう風に何か一つを得ようとすると何か一つが失うみたいな一長一短の感じになりやすくて選べないって感じがあるんですけど、頭で理屈で考えてどっちがいいかっていうとだけで選ぼうとすると、どっちもメリットもデメリットもあるから堂々巡りになりそうなんですけど、今言われているのが5月11日前後がヒントだよっていうふうに言われたんですけど、人との関係の中での感覚、優しさとか愛情とかっていうそういう感覚がヒントだよっていうふうに言われているので、どちらの方が心地いいかとか心が休まるかとか、そういったところで判断するというのが一ついいのかなと思いました。
まあ見事にねカップが1枚も出てないっていう感じで、カップっていうのはその人の感情だったりとか喜びなんですけど、それよりも失敗しないようにしようとか、人に批判されないようにしようみたいな意識も強いのかなっていうふうに思いますが、おそらく乙女座さんが感じてる以上に他者は乙女座さんを批判してない気がします。自分が自分のことを批判してるからこそ他者から批判されてるように聞こえるっていうことはよくあることなので、自分に優しくしてくださいね、ぜひ。十分ここまでもやってるからやっぱりペンタクルズのキングが出てるっていうことはものすごい成果を上げてるんですけど、自分でそれを OK と言わないみたいな感じがあって、でその上でさらにもっといい方法はないかなとか、何を付け足せば良くなるのかなっていうことを考えていて、今ある成果とか本当に素晴らしい実績とか自分の在り方っていうことを見ずにさらに上みたいな感じがするので、いやいやいや本当もうちょっと本当ゆっくりとっていうか、自分のことを本当認めてくださいねって感じがしました。いや自分は認めにくいですっていう方も、自分の全てを認めるっていうのが難しかったとしても、これまでやってきて成果が出たことだったり、人に喜んでもらえたことだったりあると思うんですよ。例えばお勤めして10年とかでもね、10年も続けられたんですかっていう感じもするし、なんかそういうすごく本当はすごく素晴らしいことだったり、すごく誇れることなのに、ご自身ではそこはいいんですって言ってなんか違うことを行こうとしてる感じがするので、今のメッセージとしては十分感じてください、この価値をっていうのがすごく言われています。やっぱり方法が出るってやっぱすごくしっかりしてるんですね。守られてますし、やっぱり自分の考え間違いじゃなかったっていう感じで、信念とか理念とか哲学とか意識とかそういうものにも守られてるっていうかな、その思いによって自分が救われるみたいな感じもあるし、自分も正しく生きようみたいな感じもあるかもしれませんし、そしてすごくたくさんの人が関わっている家族だったり仕事関係だったり仲間だったりっていうことですごくいいのに、なぜかなんか私ちゃんとできてますかっていうことを気にしてる感じがしたんですよ。私迷惑かけてませんかその場でとか、いやいやいやめちゃくちゃいい感じで受け入れられてるけど、自分はなんかいいんですかね、私ここに座っててとか、私が言っていいんでしょうかみたいな、そんな感じがあるので、やっぱりご自身に厳しいのかなって感じがしました。現実のなんかそれってどうなんでしょう、理想の自己像みたいな、自分はこうありたいんだっていう理想の自己像があって、それに対して自分がまだできてないっていうふうに思ってるかもしれないけど、すでに理想の自己像の中にいたって思うのかもしれませんよ。やっぱりここですごい恐怖を超えて何かをやろうとして、実際それはうまくいくんですけど、当たって砕けると思ってやってみたらうまくいったみたいな、夜が明けるみたいなのがあるので、おそらく何か突破口が見つかったりとか、実際にそれやってみたらうまくいったっていう、なんでしょうね、もっと安心感とか未来に対しての大きなその扉を開くための準備、これをしとけば未来が安泰なんだとか、これをしとけばうまくいくんだっていう、その安心感が欲しいっていう感じですごく頑張ってらっしゃるんだなと思うんですけど、未来のための今なんですけど、今も十分ですよっていう感じがしました。十分頑張ってらっしゃる。でもそれをすごく疑ってるんです、自分のことを。どうでしょうか。もしもですけど、いやそうは言っても自分の批判は止まりませんとか、もっとだってできてないんですからってなったとしたら、何か何かもっと大いなる自分が自分に声をかけてあげるとしたら、なんて声をかけてあげるだろうって想像してみてくださいね。それがね、そういう自分がちゃんとできてるかなとかって思うところが乙女座さんのいいところなんですけど、ちょっとけなげすぎるというかちょっとそこまで厳しく自分にしなくてもいいよって感じですかね。人はやっぱり失敗なんか存在しないけど、何でもできるスーパーウーマンとかスーパーヒーローだけが愛されるわけじゃないし、できない自分とか至らない自分も愛おしいじゃないですか。なんかそれを自分で見てあげてほしいなって思いました。ちょっとねこれを踏まえてお仕事のこと見てみようかな。仕事、ワンドの9、
カップの4、ワンドの2ということで、ワンドの2また出てきましたね。なんか仕事ってなった時にやっぱりもっと準備していたいんだとか、もっとちゃんとしなくっちゃいけないみたいな気持ちがやっぱり出ていますね。そしてちょっと待ってくださいね。なんかね、とにかく私から見ると本当にもうすでにちゃんとやってるって感じなんですけど、でも乙女座さんのおそらく思考の中ではもっとやらなくちゃいけないし、もっとやるための情熱が欲しいって感じなんですよ。なんかもっと自分を盛り上げてくれる、もう本当にやりたいってなったら死ぬ気でやりますみたいな感じがあって、その死ぬ気でやりたいと思うほどの何かが欲しいって感じでしょうか。仕事に対してもモチベーションを維持できる何かが欲しい、それさえあれば私はもっと楽々頑張れるのにみたいな感じがあって、なんかやり方を探してるっていう感じなんですけど、もうそう思えること自体がすごいっていう感じなので、やり方はどっちでも、どっちの道を選んだとしても、どっちのやり方を選んだとしても十分ですよっていう感じがしました。十分乗りこなせるっていう感じ。本当にわずかな差でしかないし、ただ生き方が違うだけっていう感じがするので、どっちでもなんか今私いつも思うんですけどね、星が動いてるとか、こんなにすごいいい時なんだっていう時は、自分の思考よりも大きな大きなエネルギーに動かされてるっていうふうに思うので、きっとこの時期選んだものがベストなんだっていうふうに思ってやってみてください。お仕事に関してはチャンスあるんですけど、チャンスをそのままチャンスとして受け入れるというよりは、これをやるということはこれだけ大変なことをやらなくちゃいけないみたいな、そんな感じがしてるので、そこまで何か無理してエネルギーを提供しなくてもいいですよっていうメッセージだなと思いました。お仕事に関して今できることでいいんじゃないですか。なんかもっとやらなくちゃいけないみたいな感じがちょっとしました。はい、いかがでしょうか。そしてちょっと人間関係見てみますね。人間関係こっちにしようか。人間関係ね、ワンド9、ソードの2、カップの10ということで、なるほど。なんかもしさっきもね、仕事のとこでもワンドの9出てるんですよね。何かを待ってるのかもしれないですね。その状況が変わることを、仕事でもそうだし、人間関係においてもパートナーだったり誰かを待っているみたいな。例えばすでにお付き合いされている方とか取引先とか関係している方にとっては、相手が動いてくれるのを待つとか、相手が自分を認めてくれるのを待っている。なので自分は何をしとけばいいのっていうような、もっとじゃあこの間に何かを整えておかなければみたいな感じがあるんですね。そしてすごく相手のことを考えている。相手にとって何がベストなんだろうっていうことをもう考えているって感じがするので、すごくもうその思いってもう本当に素晴らしく思いやりがあるんですけど、どっちでも一緒って感じがしました。例えばね、そうね、本当に例えばの話ですけど、すごく大事な人が、パートナーでもお仕事先の上司でも部下でも大事な人が家に泊まりに来るみたいになったとした時に、じゃあその人にどんな料理をもてなそうかとか考えて、いやあれがいいかな、いやでも最近胃がとか言ってたから胃に優しいものがいいかなとか、あれかなこれかなとかって考えてあげることってすごく相手のために準備をしてるんですけど、相手は双子座さんじゃないわ、相手は乙女座さんがいればそれでいいとか、相手は乙女座さんのお家に寄せてもらうだけでいいんだよみたいな、本当にその料理とかで本当にどっちでもいいからみたいな感じがするので、すごく考えすぎて、相手のことを思うからこそ考えすぎて何か準備しなくっちゃって思ってるけど、もうすでにカップ10なんですよ。すでに喜びなんですよ。もうその状況になる、誰かが泊まりに来るっていうだけで乙女座さんは受け入れられているし求められているんですね。なんかそんな感じがしました。なのでパートナーシップってなった時に、
相手のためにもっと自分が何かしなくっちゃって思うかもしれないけど、もうすでに十分やってるかもしれないっていうふうに思ってみてください。そしたら少し力が抜けるかもしれませんね。なんかとにかくすごく頑張ろうとしてる感じがしました。で頑張るのってもちろんすごく素晴らしいことなんですけど、どうせなら自分のためにも頑張るっていうか、力を抜いて委ねてほしいなって感じがしましたよ。他者のことを気にするあまりなんか勘ぐるというよりは、もうそのままでいましょうって感じがしました。はい、また人間関係に関してはね、本当にこの後すぐ撮りますので、本当に少々お待ちください。すいません。5月6月分のねラブメッセージ撮りますね。はい、では最後にもう一枚引いてみたいと思います。もしここまでのメッセージで通じたよ、分かったよって方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。じゃあ行きましょう。乙女座さん、これかな。このカード出てきましたけど、どうですか？ファミリーツリーだそうです。何かが拡張していく、受け継がれていくものがあるっていうことで、ね、まるで大きな大木が育っていくみたいに、家族の歴史がどんどん積み重なっていくよって感じがするので、このカードが出たってどういうことなんでしょうね。今この時になんか家族の何かイベントがあるんでしょうか。このカードって、例えば大木ってすごく大きなね、木の幹があり、枝があり、葉がありってな感じなんですけど、その下にはそれと同じだけの大きな根っこが張り巡らされてるわけで、なんかそれもそんな感じがしました。拡張していくとか、広がっていく、可能性が広がっていくっていうのは、それだけ大きな根っこがあるからっていうことがあるので、もしかしたら今乙女座さんが心配していること、なんかもっと何かをしなくちゃとか、自分がもっとこうあらねばっていうのはもし思ってたとしても、今日に至るまでの自分の根っこは十分育ってるんじゃないですかって感じのメッセージかなって思いました。はい、もしね、何かしらこのメッセージがお役に立てれば嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。